こんばんは、ぶちゃです。今回は綺麗なグローの作り方をご紹介したいと思います。それでは早速やっていきましょう。ぶちゃび。今回はこちらに映っているショックウェーブを青く光らせてるこのグローのテクニックを紹介したいと思います。で、結論からですけれども、グロープラス VC カラーバイブランスプラストーンカーブというのが僕の一番のおすすめです。他にも3種類紹介したいと思います。それはディープグローを使ったものだったり、標準のグローだけで詰めていったものっていうのも一応紹介しますが、結論としてはこの組み合わせが僕は一番おすすめです。理由は追って説明いたします。ぶちゃび。では前提の方なんですけれども、有料素材のショックウェーブという素材を使ってこれにグローをつけていくという工程になっております。一応補足なんですけれども、元々のショックウェーブはこういった見た目なんですが、少し見た目を良くしたかったのでトーンカーブでコントラストを上げて、アンシャープマスクで解像度感を上げて、レンズ補正で形を入れて、アンマルチで黒を抜いているって感じですね。最後に VC カラーバイブランスで微調整をしていると、素材の方は事前に加工しているということをご承知おきください。ぶちゃび。で、こちらがありがちなグローなんですけれども、白いショックウェーブに塗りで色をつけて、でグローを二重掛けしているというテクニックを使っております。元はこれですけれども、塗りで色をつけてグローと、ここから先どうするんだろうという方は一工夫の部分をサンプル動画の方で説明いたします。早速パラメータの方なんですけれども、意外と少なくてですね、 VC カラーバイブランス、こちらはビデオコーパイロットから出ているフリープラグインになります。こちらで着色と、ガンマの補正をしているというイメージです。で、グロー二重掛け、標準のグローですね。一番の肝はトーンカーブだと思ってます。では一回外してみますね。はい、そうすると先ほどと同じ状態なんですが、 VC カラーバイブランスで水色ですね。で、コツとしては薄めの色を着色すると最終的な仕上がりが綺麗になります。バイブランスとか、ブライトネスとかガンマとかあるんですけども、正直この辺は、結構感覚的にやってます。単純に見た目合わせで、やってます。グローですけれども、僕あんまり基準値からずらすのが好きじゃないので、いじっているのはここの3つですね。色域、半径、強度、ここ以外はあんまりいじりません。詰めていくといじることもあるんですけれども、調整が大変になってしまうので、今回はこの3つしかいじっておりません。最初のグロー、1回目のグローですね、ちょっとふわっと色付けがするんですけども、1個のグローだけだと強度が足らないと思うので、もう1回グローをかけると色がより濃くなるといった感じですね。で、こちらも、色域、半径、強度だけをこういじって、見た目合わせで、詰めていくというのが僕がやってることです。はい、こんな感じで上3つだけのパラメーターで、詰められるかなと思ってます。そしてここからが一番の、ポイントなんですけれども、トーンカーブですね。今トーンカーブがない状態なんですが、付与してみます。はい、そうすると色がぐっと濃くなったかなと思いますので、こちらで何をしているのかというのが、パキッと見せるためのコツにつながっているかなと思います。トーンカーブを付与します。で、コントラストを上げます。よく S 字に描けという話あると思いますが、そうすると、薄かった部分が少し濃くなって、ちょっとパキッとした印象になります。ただこれだけだと水色っぽくてもう少し青みが欲しいなと思う時なんですけども、青を足すというよりも色を抜くという考え方をすると、分かりやすいかなと思います。やってみます。ここからトーンカーブで赤のパラメータをぐーっと下げます。そうすると分かるでしょうか。この辺が変化したの分かるでしょうか。もっと分かりやすく、今度は緑を抜きます。緑のグラフを掴んで緑をぐーっと下げるんですね。こっちの方が分かりやすいかもしれないですね。この辺がググググっと濃い青になったの分かるでしょうか。シアン系からぐーっと濃い青になって、グロの中にも色の移り変わりっていうものがあった方が綺麗かなと思うんですね。白と水色と濃い青っていう濃淡が変わるというような感じでしょうか。っていうのを、意識すると色がしっかり出ながらも結構パキッとした表現になって、綺麗になるかなと思います。このトーンカーブで色を抜くみたいなことを意識しないと、結構この辺がちょっとこれ分かりますかね。少し水色っぽくて、でこれってコントラストを上げても詰まっていかないというか、こうなってしまってですね、これでもいいのかもしれないですけど、今度はちょっとバキバキすぎるというか、ほのかに青成分を入れたいんだよなっていう時は、トーンカーブで色を抜くみたいなイメージですね。こういう風に抜くといいかなと思います。情報とか見ると分かりやすいんですけれども、マウスオーバーしたところでこの情報を見るとですね、ここに RGB の値が出るじゃないですか。ブルーが255だったら青なわけなんで、 R と G の数値を0に近づけていくと青成分だけが浮き出てくると。トーンカーブ一つでコントラストも色の調整もできるので、こういうテクニックを使ってます。皆さんはグローは必ず使われるし、ディープグローも使われるかと思うんですけれども、トーンカーブで最終調整をしてあげると、それだけで、かなりはっきりできたり、色を微調整できるので、トーンカーブをうまく組み合わせましょうというのが今回の動画の結論になると思います。
ぶちゃび。この後ディープグローの説明もするんですが、なぜこの手法を使ってるのかというのを先に説明させていただきます。僕開発の仕事やってるんでその都合もあるんですけれども、ディープグローとかディープグロー2とかって、持ってないケースっていうのがあるんですよね。お相手の方とか使っちゃいけない、プロジェクトがあったりだとかでムラが出てしまうっていうのが嫌なので、標準でできるんだったら標準でいいかなと。あともう一つあるとしたら、グローの二重掛けって複雑そうに見えるんですが、こう細かい追い込みをしていくときに意外とかゆいところに手が届くっていう印象があります。内側のグローだけ下げたいときは1個目のグローを調整して、グローの幅を持たせたいときっていうのは2個目のグローを調整して強度を上げるとかやって、なんかこの辺の微妙な変化っていうのを、こっちとこっちで使い分けられるのが自分は好きで、この方法を好んで使いますね。だからあえてディープグローを使わないということもあります。ちょっと色によるかなと思うんですけれども、はい。グロープラス VC カラーバイブランスプラストーンカーブ、VC カラーバイブランスじゃなくてもいいのかもしれないんですが、塗りだけだとこのガンマの調整とかはできないので、これはかなりいいかなと思いますし、色の変化っていうのが綺麗にできるので、一番上の階層をやるだけで。なんでこのプラグインはフリープラグインなんですけど、皆さんお持ちですので、こちらは遠慮なく使わせてもらってます。ぶちゃび。では、他の3つの方を見ていきたいと思います。こちらディープグロープラストーンカーブといった、とてもシンプルなものになってます。元はこの状態です。でディープグローをかけます。そうすると色はつかないんですけれども、ディープグローにティントという項目があります。スタイルのティントですね。こちらを開いて、このイネーブルにチェックを入れます。ここですね。でここで色を選ぶということですね。チェックを入れると赤になります。で今回は青にしたいので、ちょっと水色目にして、でこのグローの発光感とか幅っていうのは、ここのラディウスとエクスポージャーですね。少し狭めたければ、ラディウスを狭めて、エクスポージャーを上げるとこの白がよりぐーっと引き立つっていうような感じですね。はい。でこれでも十分綺麗なんですけれども、ここにトーンカーブをかけます。少し水色っぽすぎるかなと思うので、ここから赤の成分を抜いて、少しここに青みが入ってるの分かるでしょうか。少し青みがかってくる感じがしますね。緑ですね。緑も抜いてあげると、水色と白と濃い青っていう、3色混ざったような見た目になったかと思います。で最後にコントラストで調整してパキッと感を最終調整すると、トーンカーブがない状態だといまいちなんですけれども、あると濃い青と水色が混ざったような感じ、そしてコントラストが高くなったことによってパキッと感が出る。トーンカーブかなり簡単ですのでおすすめですね。ディープグローとの組み合わせが一番楽ではあります。でこれがディープグロー1とトーンカーブですね。ぶちゃび。でこちらディープグロー2ですね。ほとんど変わらないんですけれども、ディープグロー2の方がパラメータが柔軟になってると思います。ディープグロー2でもかけたらラディウスとエクスポージャーをいじって、でティントっていう項目があるんですけども、ディープグロー1ではここ1色しか選べなかったんですが、ディープグロー2ではカラーを2色選べて、多分内側と外側なのかなっていうのが選べるようになってたり、あとは切れてる素材に使ってもグローが切れないとか、そういった機能がパワーアップしてるそうです。で僕は持ってはいるんですが、2の方はあんまり使ったことがないんですね、実は。で色を混ぜるテクニックっていうのもトーンカーブの方でもともとやる癖がついていたので、ディープグローのティントが2色なくても成り立たせることができると自分では思っているので、あんまりこっちの方で詰めたりはしないですね。ただディープグロー2をうまく使えばトーンカーブすらもいらなくなるのかもしれないですね。ただ僕トーンカーブのこの直感的な操作感っていうのがすごい好きなので、こっちで詰めちゃう癖がありますね。緑を上げたら緑になるんだなとか、こういう触り心地が自分は好きですね。この辺は皆さんのお好みに合わせて使い分けするのが良いのではないでしょうか。ディープグロー2のお話でした。ぶちゃび。こちらは古代のテクニックになるんですが、グローだけで詰めていくというものになります。グローをかけただけだとこれ着色ができないかと思うんですね。グローの A&B カラーというパラメータ、この A と B というカラーで色を指定できる機能が発動するんですね。一回やってみましょうか。普通にグローをかけます。そうするとただ白がブーストされただけなんですけれども、ここに少し色を持たせたいなという時にグローカラーを元のカラーから A&B カラーに変えます。こちらの A と B 白黒なんですが、青にして、で B の方をちょっと濃い青にして、グローの敷地をぐーっと下げて、今0にしました。でグローの半径を下げて、でグローの強度を適当にやると、なんとなく色がついたの分かりますかね。1回目のグローで着色をして、でここにさらにグローをかけて、
この着色された色をブーストさせるみたいな。ただですね、結構無理があったりだとかするので、あんまりおすすめしないです。ちなみにグローの操作加算になってるんですが、これ白飛びしすぎてるのでスクリーンとかにして、2個目もスクリーンとかにして、そうすると少し白飛びが抑えられるので、このスクリーンにしながら詰めてって、でこっちも A&B カラーにして青にしてみたいな、これにトーンカーブをかぶせて詰めていくという。詰めるのも大変なので、そんなテクニックもありましたよという古代のお話でございました。それで頑張って詰めたものがこちらですね。結構かかりました、ここまでやるのに。今はディープグローとかあるし、なかった場合でも一番最初に説明したやつが手軽でいいかなと思いますので、予備知識として覚えていっていただければと思います。ぶっちゃび。そして本当におまけになるんですけれども、僕遊戯機の開発しているので、通常モードで綺麗に見せなきゃいけないっていう制約があったりするんですね。それに関して少しお話しさせてください。先ほど作ったものを全部通常描画した比較表になるんですけれども、すいません、ちょっと順番分かりづらいんですが、右下のやつですね、これが一番最初に紹介したグロープラス VC カラーバイブランスプラストーンカーブで調整したものになります。で、僕は通常描画で見た時も右下が一番綺麗だと思ってますが、白い筋が際立っているし、グローのこのボケ幅も通常描画になるんで少し光が濁るんですね、加算にできないから。ですけど、許せる範囲の青いボケというかグロー感が出てるかなと思います。でディープグローの方は後ろが黒だったり加算描画、スクリーン描画できれば場合は綺麗なんですが、通常描画になる場合はここのボケ感がですね、濃すぎるボケみたいな感じに見えてしまうので、こういったところを細かく詰めるっていう意味でもグローの二重掛けをしたこちらっていうのが自分は好みだったりします。ディープグロー綺麗なんですけど、無理やり光らしてしまう癖もあるなと思うので、慣れてるのもあるんですが、一番最初のやり方が自分は好きでやってます。でエフェクト単体のクオリティで見た時もディープグローの方が綺麗なことはあるんですが、エフェクト単品でものを作るってことはほとんどないんですね。やっぱり後ろに何か物があったりだとか、エフェクトにさらにエフェクトを重ねるとか、そういったことが当たり前なので、正直微差なんですよね。であればメンテナンス性のいい手法だったりだとか、標準でデータの保守性が高いものの方が自分は良いのかなと思うので、繰り返しになりますが、そういった手法を好んで使っております。ちょっと再生してみましょうか。左下のグローのみはちょっと厳しいですよね、品質的に。あとの3つは微調整の範囲かなっていう感じはしますので、本当にどれ使ってもいいのかなと思うんですが、自分はやっぱ右下が一番好きだし、詰めやすいなという印象ですね。ぶっちゃび。はい、というわけで綺麗なグローのコツのお話でございました。いかがだったでしょうか。トーンカーブがポイントかなと思いますので、色をのせるというよりかは色を抜くという発想で1アップできるかなと思います。というわけでどうも最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。